すまんかった。こんにちは、よすけです。競合ひしめくルール無用 JCJC。最強の空力を目指して全力ボディのミニ四駆を開発。よすけはこれを全力ミニレイクと名付けたよ。前回の動画、ダウンフォースを確認するために風洞を自作。流線の確認にスモークマシンを用意したのですが、色々と問題があることが分かりました。ということで、問題を解決していきます。5つ目はお部屋が黙々になる問題。煙感知器が動作するまでには至っていないけど、超会議の会場で黙々はヤバそうだったので、対策することに。で、コメントによるとスモークマシンのフォグリクードは、電子タバコの VAPE と同じ成分で、グリセリンとプロピレングリコールの割合を変えると、煙の消失時間を変えられるとのことだったので、試してみることにしました。ということで、早速調合。グリセリンとプロピレングリコールが50-50の液体と、プロピレングリコール 100% の液体を、注射器で計量して調合します。50-50から10ずつ変更して0-100まで作りました。まずは前回までのフォグリクードを確認。スモークマシンの設定は煙の量、流速ともに最大です。白い煙がはっきりと見えてますね。次は50-50の液体。手で触った感じではベースと同じぐらいの粘土でした。ベースと同じぐらいはっきりと見えています。これなら十分に流線を確認できそうです。次は5つ飛ばして、グリセリン30プロピレングリコール70の液体。これもはっきりと見えています。先ほどの50-50と比べて煙が薄くなった感もないです。次も5つ飛ばして、グリセリン10プロピレングリコール90の液体。若干煙が薄くなったか？でもまだ流線を確認できそうなレベルではある。最後はプロピレングリコール 100% です。まだ十分に流線を確認できそうなレベルの煙だぞ。50-50と比較すると、煙の色が若干違うのは iPhone が勝手に何かをやっているからのようです。煙の濃さは、目視でも若干薄くなったかなぐらいの違いしかありませんでした。つまり、グリセリン必要なかったかも。違いはないんですかと問われれば、プロピレングリコールの割合が高くなるほど、液体の消費が激しくなります。これはプロピレングリコールの方が沸点が低いので、同じ温度の電熱線だと、プロピレングリコールの方がたくさん蒸発するから、だと思います。で、当初の目的だったお部屋の黙々については、ほぼ解決しました。少し時間が経つと、写真ではわからないぐらいの黙々具合です。これなら超会議で後ろ指を刺されることもなさそう。ちょっと運営に聞いてみます。2つ目の問題は、煙のノズルがふにゃちんになる問題。先ほどの説明にもあったように、フォグリクードの沸点は180度以上なので、凝縮しているとはいえ煙の温度もそれなりに高い模様。ということでノズルの温度を確認してみました。ノズルの表面温度は高いところで70度近く、内部は100度ぐらいにはなっていそうです。ということでノズルには金属を使用することに。Amazon を散策していたら、良いぐらいの穴系のステンレスノズルを発見。穴系違いの実験もできそうなのでこれを購入しました。ノズルの肉厚も 3D プリンターの 0.5mm から 0.2mm 程度まで薄くできるので、ノズル近傍での乱れも抑制できそうです。残る問題はノズルを取り付ける幹の部分。ここも金属にできれば良いのですが、ワンオフで金属加工に出すと高くつきそう。なので耐熱性のあるレジンで 3D プリントすることに。コメントで SIRAYA テックの耐熱レジンをおすすめされたので使ってみます。左がこれまで使っていたレシオネの系。耐熱温度は記載されていませんでした。真ん中が SIRAYA テックのスカルプトグレー、耐熱160度。
右がスカルプトのウルトラホワイト、耐熱250度。レジンが高すぎて破産寸前です。SIRAYA テックはどちらも粘度が高めで、ホームページからダウンロードした設定ファイル、そのままではうまく印刷できませんでした。なのでそれぞれ設定を微調整しています。簡単に説明すると、低粘度対策でリフトを2倍、スピードを1、2に、印刷途中の積層剥がれ対策で露光時間を2倍です。で、召喚されたものがこちら。左から軽オンリー、軽とグレーの割合11、スカルプとグレー、ウルトラホワイトです。はい、見てわかる通りウルトラホワイトは脆いです。サポート材から剥がす時に割れてしまうぐらいです。グレーも脆いですが、ウルトラホワイトよりは、若干マシな感じ。スカルプトがどちらも脆すぎたので、軽とグレーを混合したものも作ってみました。あと、スカルプトはどちらも軽と比較して、IPA での洗浄性がすこぶる悪いです。IPA に溶けない成分がある感じで、洗浄後の IPA にこんな感じのうんこが沈殿します。ベタつきも取れにくいので、耐熱性を要する部品以外には、積極的には使いにくいレジンでした。でこれを100度の熱湯に1分浸して耐熱性を確認します。まずは軽オンリーから。はい、フニャチンです。前回の実験で察していましたが、軽は人性が高い分、温度にだいぶ弱いです。多分ゴム的な成分が多いのだと思います。次は軽とグレーの混合物。はい、これもフニャチンでした。人性と耐熱性をうまく両立できないかなと思って試してみましたが、11ぐらいではどうにもならないみたいです。次はグレー、公式の耐熱温度は160度。硬い。が柔らかい。カチコチではなく、思ったよりも曲がる感じ。この高度でステンレスノズルの重さに、耐えられるのか？最後はウルトラホワイト、耐熱性250度の実力はいかに？ああ、これは、明らかにカチコチ、熱湯に入れる前とほとんど変わらない硬さです。耐熱性を重視するならこれ一択。脆いとか洗浄性が悪いとかデメリットもあるけど、今回の用途ではウルトラホワイトが一番良さそう。そして最後ははっきりとした優先が得られない問題。イメージとしてはこんな感じの、イボの糸を目指しているのですが、こんな感じで煙が広がってしまいます。これはどうしたものかとインターネットを散策。こんな論文を発見しました。で、煙についての部分を要約すると、1整流後に縮流部を設けて測定部と接続する。縮流部というのはこんな感じで流路を絞っている部分で、縮流させることで気流の微小な乱れを抑制することが、できるようです。で、ヨスケの風洞はというと、はい、寸胴です。将来的に測定部の断面積を小さくして、流速を上げる計画もあるのですが、その計画でも縮流比は2程度。風速10メートル図級の風洞だと縮流比は10必要みたいなので、ミニ四駆の大きさで縮流比10を得るには、少なくとも30センチメートル四方の断面積が整流部に必要みたい。つまり、今の倍お部屋の置き場所と超会議での展示を考えると、これはもうダメかもわからんね。ということで、縮流比についてはそっと辞しておきます。2のノズル先端1も縮流部の話で、R が変極する1、2ノズル先端があると良いようです。ただ、これも縮流部の話なのでそっと辞。3は煙の速度の話で、ヨスケ波気流と煙の相対速度が同じぐらいが良い。と考えていましたが、大きな間違いだったようです。むしろ煙の速度は0でもよく、ベンチュリ効果で吸い出されるぐらいでいいみたい。ただ、完全に速度を0にしてしまうと、煙が薄くなってしまうので、プラスアルファを微調整するとのことです。これは簡単にできそうな気がするぞ。最後の4はこの論文とは違うところにあったのですが、煙の温度は低い方がいいみたい。煙の温度が高いイコールエネルギーが大きいので、拡散、ブラウン運動、しやすいみたいです。これも簡単にできそうな気がするぞ。ということで設計してみました。アクリルの BOX を買ってきて、
それに 3D プリントしたコネクタ類を取り付け、スモークマシンから出た煙はここから入って、アクリル BOX の中で膨張、圧力と温度を下げます。アクリル BOX の背面にもコネクタがあり、ここにホースを接続して圧力を逃がします。圧力を調整された後の煙が、ノズルからベンチュリ効果によって吸い出される仕組み。アクリル BOX がチャンバーの役割もするので、コメントにあったスモークマシンの脈動の影響も、小さくなる見込みです。あと、ノズルは論文に載っていた櫛型ノズルを採用。よく形状の幹にノズルが刺さる構造になっています。ノズルの穴径はとりあえずファイ 2.3mm にしました。フードに設置するとこんな感じ。うまい具合にフードの下に収まっています。3D プリンターでコネクタ類を召喚。ネジはタップとダイスで切り直し。櫛型ノズルのよく形状もヤスリで整えておきました。スカルプトのウルトラホワイトは硬くて脆いですが、ヤスリによる接着性は良かったです。ノズルを幹に刺して、接着剤で接着。接着待ちの間にアクリルに穴を開けます。当て板ができなかったので、慎重に作業しました。部品が揃ったら組み立て。ホースは200度まで使用できるシリコンにしました。アクリル BOX の蓋は取り外し可能なように、吸盤とゴムを使って押さえる構造になっています。とりあえず明るいところで試運転。フォグリクードはプロピレングリコール 100%。煙の量、流量ともに最大。圧力を逃がすリリーフバルブは手動です。ダメです。煙が蓋から漏れました。ゴムで押さえたので蓋がたわんでしまったようです。でもなんかちょっとかっこいいのでこのまま見ておこう。とりあえずマスキングテープで応急処置を実施。2回目。今は圧力を逃がしていない状態。煙の出方は前回と同じような感じだ。ここで圧力を逃がしてみる。なんかいい感じの煙になったぞ。やはり流速が低い方が綺麗な煙になるらしい。圧力を逃がさないようにすると煙が大きく広がって、圧力を逃がすと、あまり広がらない煙になる。これはもう価値格なのかもしれな。ということで早速、風洞で試してみます。圧力は逃がした状態から。あれ薄くて見えにくいけど広がっているっぽいぞ。圧力を逃がさないようにすると煙が濃くなるけど、煙の広がり方は大差ないように見える。これは困った。助けてー。積んだもーん。はい、背に腹は変えられないというか、終わり良ければ全て良しというか。とりあえず金属地に足を踏み入れます。つまり、ファンの回転数を下げる。この風洞の目標流速は10メートル図。でも、現状3メートル図程度しか出ていません。それをさらに下げようというのですからまさに悪の所業。これは鬼畜、まさに中井くんです。とりあえず一番電圧を落として実験。表示は 50% なので電圧は 50V ぐらいだと思いますが、感覚的な風速は 0.5 メートル図ぐらいだと思います。まずは圧力を逃がした状態から。これは、なかなか良い感じの流線になったぞ。これならマシン周りの空気の流れを観察できそうだ。圧力を逃がさないようにすると、煙が広がるのでやはり煙の流速は重要なようだ。風洞の流速が低い状態なら、圧力を逃がせば綺麗な流線になることが分かりました。電圧を少し上げて 62.5V ぐらい、感覚的な流速は 1.0 メートル図ぐらいか？この程度の流速で煙に乱れが発生してしまうようだ。つまり風洞内の気流の乱れが抑えられていない。ということか？圧力を逃がさない場合これまでと同じように広がります。やっぱりスクリューブが必要ってことなのか？
これは大改装が必要なおかん。ということで今回の実験はここまで。とりあえずシクリューブを 3D モデルで検討してみようと思います。なのでちょっと時間が空いてしまうかもですが、高評価とチャンネル登録をして、さらにメンバーになってサポートしてくれると、めちゃくそ嬉しくて AGA が治るかもです。ではでは。最後まで見てくれてありがとう。動画を見ていくのだ。